皆さんこんにちは、牧山きです。いつもご視聴くださりありがとうございます。チャンネル登録やグッドボタンいつも励みになっております。さて、今日のテーマなんですが、気になる、あの人との恋の急展開についてです。あなた様にね、今後起きそうなことについて見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では、選択肢参りましょう。 A さん、続いて B さん、そして C さんです。はい、お選びいただけましたでしょうか。決まった方から概要欄の、タイムスタンプを押してリーディングに入っていってください。それではよろしくお願いします。はい、それでは A をお選びくださった方のリーディングしていきたいと思います。コレオプシスのお花です。はい、では参ります。今日はね、恋のね急展開について見ていきたいと思います。クリスマスなのでね、皆さんにとって、素敵なね、今後の恋の展開が迎えられるように、サポートも加えて、見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。毎日寒いですね、本当に。皆さんのお住まいの地域には雪が降りますでしょうかね。大雪で大変な地域もあるかと思いますのでね、くれぐれもねお気をつけてお過ごしください。はい、では参ります。出ましたね。恋の急展開としてまず出させていただいたのがこの3枚のカードです。カップの9、逆1、ペンタクルの7、正1とペンタクルのページですね。はいはい、わかりました。あなた様のね、今後の恋の急展開、現実的な方向に進んでいくと出ています。はい、現実で着実っていったような感じですかね。逆を言えばあまりねあなた様が理想としてきたような道ではないかもしれないんですけれども、何かねああしたいなこうしたいなとかいうね願望がね叶うというよりかは現実的な方向ですね。例えばそうだな、明日なんかハワイに行きたいなとかね、そういう気分になったとしてもすぐには行けないじゃないですか。あなた様の望みがね叶わないっていうことではなくてですね、こういった、ある意味非現実的なああだったらいいなこうだったらいいなとかね、すぐにこうなってほしいなっていうような気持ちって誰もがね持ったりすると思うんですけれども、もちろん私もなんですけれどもね、でそういう時、そういうね方向性ではなくって非常にね現実的な方向にね恋がね進展しますよって方言われてるんですね。はい、で恋の進展で見ていますので、現実的に進んでいくとすると何かね問題が解決してくるんじゃないでしょうかね。なるほど。今ね何かねこの現実的な部分としてねちょっと補足引いてみたら月のカードが出てきましたね。あなた様ね何か心配になっていることありますね。でそういったことお相手さんもそうなんですけれどもお二人の関係性で心配になっているようなことっていうのがねしっかりと解決してきそうですね。例えばそうだな、お仕事面で非常に安定するとか、お相手さんもそうなんですけれども一段落つきそうな
ちょっとねゆっくりした時間が取れそうなそんな雰囲気ですね。それらが解決してきそうということですね。素晴らしいですね。そうだな、もう少しねちょっと見たいと思うんですけれども、なるほど。これまでねそうだな、現実的なものに、方向にね進んでいくっていうところが難しかった、なかなか一歩踏み出せなかったっていうね2人の状況があったかもしれないんですけれども、それがねもう終わりますよっていうことを言ってくれてるんですね。一歩踏み出して、これから先なんですけれどもね、今現状は現実的な方向にね舵をねこうキュッてね切る方向に向かいますのでね、で向かって、でそこからよいしょと一歩踏み出しますよということなんですね。はい。でその踏み出すっていう方向、踏み出す裏側にはこれまで2人の関係性がなかなか安定してこなかったっていうことがあると思うんですね。でその、2人のね関係性が安定してこなかったけれども、そっか、何かねちょっとすれ違いも起きちゃってたかな、そのことが原因で少しねすれ違っていたっていうところがあるので、こう何かね勢いよくボーンとねこう飛び出すっていうよりかは、一歩ね前に進むっていうねちょっと慎重さも伺えるんですよね。なので大切にね守るものもありながら、お互いにね生活だったり環境だったり、お友達関係だったりいろいろあると思うんですけれども、そういったものをね大切にしながら2人の関係性しっかりと安定させていくために一歩踏み出すっていう感じですね。大切なものをね大切にしながら大事ですよね。はい、もうねそれは私がねあなた様に言わなくてもね皆さんね十分ねご存知かと思うんですけれど、はい、ではね次、お相手さんのねあなた様へのお気持ちについてねちょっと見たいと思います。いいですね。お相手さんもね、この恋ね、前に進めたいと思ってくれていると思いますね。カード的に言えばね、2人のね、今後の恋の進展っていうものはとてもね、盤石なものになるのかなと思うので、もしかしたらね、お相手さんがこうちょっとそれに対して不安だとか、あなた様のね、お話を聞きたいとかね、ちょっとそういう気持ちがあるかもしれない。お相手さんのその今の心境みたいなのをね見ていきたいと思います。なんとお相手さんね本当に冒険の始まりみたいな気持ちですね。覚悟決めたっていう感じです。はい。これまずタロットね、全部逆位置で出てきたので、正位置に戻させてくださいね。はい。まずね、タワーと愚者とでワンダのね、9がね、出てきていますね。お相手さんね、もう準備はね、できているようですよ。で、苦しいながらも、これまでね、お仕事は忙しかったかな。お仕事ではなくても、人間関係もあるかな。人生そのものっていう感じですね。お相手さんは今ちょっと人生の岐路に立たされているというか、非常に大事な時期なんじゃないでしょうか。何かね、節目の年、ご年齢だったり、お仕事的にもそうですし、またはご家族ですね、ご両親とかが節目を迎えられているっていうような、そういう状況もあるかもしれないですね。いろいろこう立ち会わないといけないライフイベントっていうものがお相手さんの中にたくさんあって、でそうだな、今までやらなきゃいけないことにまみれてきたっていうような感じですかね。自分の意思っていうものはさておきだったんではないでしょうか。ね、自分の意思とは別に誰かが自分を必要とするからとか、そういったことにね、お相手さん弱いみたいなんですね。誰かに頼まれるとつい断っ
れないというか、引き受けちゃうというか、なんだったらこっちからね困りごとはないかって言ってね、こうみんなにお尋ねしに行くっていうような感じが見受けられますよね。なのでお相手さんはねきっと周りの人からね頼られたり相談されたりとかね、そういうお仕事をねしているかもしれないですね。でそうやって生計を立てておられる方だったとしたらカウンセラーさんとかねコンサルタントさんとかねお悩みを聞く人で専門性の高い人ね、そういった方が、いらっしゃるかなと。それでね厳しいからその道一筋でねやってこられたね、そういうあまりねこうフラフラとねしてない感じのお相手さんかなと見受けしますね。でやっぱりそういうね誰かのためだけに生きてきたっていうようなそういうところがね軸になっているお相手さんのようなので、そうだったとしたらあなた様とのね今後の展開としてさっき出てきていた一歩踏み出すいろんなね自分のしがらみとかもまるっとね持ったまま抱えたまま進んでいくっていうことは本人なりにはねすごい冒険のようなんですね。中にはねその冒険っていうものが向こう水のようなね感じがしてあなた様置いてきぼりにね感じることもあるかもしれないですね。そしてねその言動というものが私のことね考えてないのかなとかこの先のこと本当に考えてくれてるのかなって、ね、そういう心配にもなるかもしれない、そういう行動なんですよね。例えばワールドのカード出てきましたねどんな風にお相手さんがこう対応するのかなと思ったんですけれども対応というよりかはそうだなお相手さんはあなた様のことをね信頼している状態なんですね。であなた様なら分かってくれるだろうっていうねちょっとした甘えの部分もね言わなくても分かるだろうっていうね甘えがね少し見え隠れするところありますね。お相手さんねあなた様なら分かってくれる、信じてくれている、この道で合ってるってねある意味ねもう今までの自分の住環境とかねなんていうか人間関係とかねそういったものを全部変えてこようとしているわけですので、やっぱりあなた様、自分のためにようやく生き始めるっていう感じなんですよね。これまではね誰かのためにある自分だったんですけれども、このお相手さんねでもあなた様のためにっていう風に切り替わったんですよね。一見するとねそれ変わらないんじゃないって思うんですけれども、あなた様のために生きることが自分のためね、そういう風に気づかれたということじゃないかなと思いますね。これから先ねあなた様には明確な恋愛、感情なんて言いますかね、愛情表現っていうものはね明確なものがないかもしれないです。全くないというよりかちょっとね薄くなっちゃうというか、そういうところがねありそうなんですけれどもね、心配しないでくださいね。あなた様のことね大好きだし思ってるし、なんていうかね大好きというよりかはもう何かねこう信頼と愛を感じますよね。じゃあちょっとロマンスジュさんに見ていきたいと思います。あらあなた様ね心配になっちゃいますよね。そっか心配だねこれ。あなた様ねお相手さんがどっかそんなこと言ってねどっか行っちゃわないかっていうことねきっと心配していると思います。チルドレンのカードとエクスプレスヨアラブとディセプションのカードね出てきています。本音をねあなた様のね本音をね偽らないでくださいね。あなた様お相手さんがなんていうか、お相手さんがちょっと失礼しました、うまく切れない。お相手さんがね愛情表現がね少なくなってしまってあなた様も寂しい思いをしている時に何かねやけになってしまったりとかあなた様がね素直になれなかったりってすると、それはねお相手さんとの間にねまたねまた
で入ってきちゃったんですけれども、これまでねないかもしれないですけれども、ちょっとねお相手さんの信頼関係とかにまた影響を及ぼしそうなので、お相手さんの方ね信じてあげてください。はい、情熱的なカード出てきてます。補足でね。はい、いいな、ワンダの、エースね出てきました。ワンダのエースとワンダの9なんですけれども、あなた様ねこことね一緒のカード出てきてますね。ワンダの9ね。これからねお二人は準備をしながら進んでいくということになりますからね、現実的なもの、現実的な方向に進んでいくっていう風になると、それはねもう楽なことばかりじゃないわけですよね。ね、そう思いますよね。だからそういうところはお互いにねしっかり持ってるんだ、お互い様なんだっていうことをね、あなた様も準備をしないといけないし、お相手さんを受け入れられるね準備ね、あなた様もできてますかっていうことですね。であなた様もお相手様と一緒に現実的な方向へ進んでいくためにしっかりと自立しないといけないわけですよね。であなた様はねきっとそのために毎日頑張っていらっしゃると思うんですよ。けれども心配になりますよね。お相手さんもね同じ気持ちなんです。あなた様と同じ気持ちで進んでいますからね、どうか心配なさらないでくださいね。必ずねお二人の関係性始まっていきますからね、しっかりとこれまではね終わってたというわけではないですよ。もちろんね新しい展開ですからね。急展開で言えばもう現実的なものにこう妄想とか空想とかね想像とかそういった方向性に進んでいくんじゃなくね、しっかりとした地に足ついた関係性ね、そういったものが言われてます。もしかしたらね2人の関係性をね進展させていくためにはいろいろなステップがねあるかもしれないです。人より困難が多いかもしれないです。けれどもそれを乗り越えて一歩進んでいく、そういう関係になりますよっていう風にね一番最初にカードは伝えてくれていましたので、それをね信じて進んでいっていただけたらなと思います。はい、それでは、最後にねお相手さんと、そうだなもうちょっと聞きたいことはないかな。こういう時ね電話鑑定とかだったらね聞きやすいんですけれども、そうだな何か気になるところないかな。そうだな、お相手さんのねお気持ちはこのぐらいにしておいて、であなた様へのね何ができるかっていうねそこのところを聞いてみたいと思います。あなた様にできることは何ですか？お相手さんがね今頑張ってるところなのでね、あなた様のところにねしっかりとね地に足つけた関係性作りたいと思って動いてきますのでね、それはね気持ちがなければね動きなんかね出てこないですよね。動かないですよね。今日はね普段お仕事をしているんですけれども寒いのが苦手なんですよね。寒いのが苦手でねけど仕事行かなきゃって思うと起きないといけないですよね。それと一緒かな？違うかな？全然違う気がします。すいません意志がないと動かないのをとても身近な例として言ってみました。はい、それはさておきで、はい、あなた様にね今できること心配しないでくださいって言われていますよ。は
はい、ソードのクイーンと、ソードの、6の逆位置で、そしてから、ソードのキングですね。お相手さんにね、意地張ったりしないでねっていう風に言われてますよ。ね、意地張りそう？何かもういいやって言って投げやりになっちゃいそうな気分ですか？で、他の方ちょっと見てみたいとか思っている、そんなような気もしますが、いかがでしょう？いえいえ、全然お相手さん一筋なんでそんなことありえないですっていう方ね、その方はねちょっとね違うなと思って全然スルーしてくださいね。ちょっと当てはまるなって方ね、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、あなた様ね、もしね他のお相手さんちょっと見てみたいっていう方いらっしゃったらどうなるか見てみます。ワンダのクイーンですね。そっかそっか、今ね心に思い浮かんでいるお相手とは別のお相手の方にあなた様が進んでしまった時、進んでしまったって別にね全然悪いことじゃないと思うんですけれども、進んだ時にね起きること、あなた様がね何かこう自分を責めるような結果になりかねないよっていうことを言ってるんですね。私はねどちらかというとなんていうか、誰も傷つかない形であれば心を寄せる誰かがいてもいいのではと思っていたりもします。そうなのでね、あなた様がもしね他のお相手さんを見に行ったとしてもね、それは全然いいんですよ。それは全然いいんですけれども、カードがね言っているのは別のお相手さんに行った時、あなた様自分で言ったこと責めたりしないって聞いてますよね。ね、結果としてね、これペンタクルの5ですよ。虚しさね、それが出てきていますので、そっか他のねお相手さんのところに行って、あなた様が両親の呵責に苛まれるということありませんか？大丈夫ですか？っていうふうに言われてます。いえいえ大丈夫ですよって方はね、あなた様の心の赴くまま正直な気持ちで他の方ので、コミュニケーションを取っていただくっていうのはね必要かなと思います。はいね、もう少し深掘りしてみましょうね。で、あなた様ねちょっと意地になっちゃいそう、意地っ張りになっちゃいそうな時を見てみますね。そっかそんな時ってあなた様の生活バランスも崩れがちになったりするよっていう風に言われてますね。なので自分をね解放するというか、自分のね好きなことをねやってください。自分の好きなことってねなかなか気持ち切り替えてねやりづらいと思うんですけれども、女性だったらね美容、そっち方面がいいですね。で、男性だったらそうだな、力がつくことがいいかなと、あとはね一人になること、そういったことがいいかなと思いますね。人間以外のものと触れ合う、ね、動物でもいいし環境でもいい。そうだな、今はねちょっと寒いからね、なんだかねこう山の中にとか海にっていうのはねちょっとねそんなに楽しいような感じはしないですけれども、お好きな方はね、どうぞね言っていただけたらなと思うんですけれども、そうやってね意地張っちゃいそうになった時は人以外の触れ合いというものに、フォーカス、焦点当てていただければと思います。はい。で他にね出てきていたのが、もういいやっていう気持ちね、投げやりになっちゃう気持ちね、ソードのクイーンのねと逆位置出てるんですけれども、はい、もういいやってなっちゃった時はね、はい、もうその通り、もういいです。はい、もういいよ。
もうそっとしておこうね。もう何も考えずにお休みしましょう。好きな曲を聴くでもいいし、映画を見るでもいいし、アニメを見るでもいいし、こういう占いのねリーディング動画ねたくさんありますよね。そういったものをねたくさんご覧になってね、もう自分で考えるのねもうやめてくださいね。そういったことそういったね、時間を取ることであなた様ね落ち着いてきますね。もうねご自身でねきっと分かってると思います。もうそういうね思考に入った時はね、静かに過ごしてもらえたら良いのかなと思います。はい、それでは、最後にですねルーンからあなた様へのメッセージいただきたいと思います。ちょっと失礼。出ました。ちょっとこれねいつも下手くそなんですよね。はい、見えましたでしょうか。見えてるかな。はい、これはね大工ですね。これはね焦りは禁物っていうことがね出てきていますね。これから現実的な関係性に向かう、そういったプロセスをね踏むあなた様とお相手さんのね関係性なので、一歩一歩着実なものになると思うんですね。なんですけれども、その時にねちょっと焦ってしまわないようにということでしょうか。それが一つ言われてきています。はい、今ねあなた様が焦ってるからねダメだよっていう風なことをね言ってるんじゃなくてですね、あくまでねこれからのアドバイスなので、そっか焦らないようにしたらいいんだなとか、今自分は焦ってないから大丈夫だっていう風なねこう今ねあなた様がどうかっていうところに照らし合わせてみて、で自分でね判断していただければと思います。これはね決してねあなた様がね焦ってるよっていうことではないです。どうですかっていう風にね聞かれていると思ってください。はい、それでは A をお選びくださった方のリーディング以上となります。お二人が幸せな関係性になっていきますようお祈りしております。それではまたお会いいたしましょう。はい、それでは B をお選びくださった方のリーディングしていきたいと思います。スナップドラゴン、金魚草をお選びくださった方ですね。はい、では参りたいと思います。まずはですねお二人の恋の急展開についてね、早速ね聞いていきたいと思います。今日ねクリスマスですからね、クリスマスリーディング頑張っていきたいと思っています。皆さんのねお住まいの地域は、今ねどんなお天気でしょうかね。マキアのところはね雪は降ってないんですけれども、雪がね降っている、地域の方々ね、くれぐれもお気をつけてお過ごしくださいね。雪ってねあまり降らない地域からするとねとても素敵なイメージがあったりするんですけれどもね、雪もね危ないですからね、雨も風もそうですけど。はい、では行きたいと思います。はい、あらま、劇的急展開がやってきそうですよ。まずねタワーの正位置で、これはカップの、7で、これは、ソードのキング逆位置ですね。はい、なんというかねもうこれは水面下で変化がもう起きてますねすでに。はい、であなた様は今ちょっとだけね今の関係性お相手さんとの関係性にやっぱり自信がなくなってしまったりとか
そうだな、何か思った通りに進んでいないなっていう気持ち、そういう感じになっておられる方いらっしゃるかなと思います。で、また一方でね、自分のことで忙しくって大変だっていうね、あなた様、何かねこう恋愛モードじゃない部分もちょっとだけある、そういうねそういう瞬間も自分の中で自覚があるという方いらっしゃるんじゃないでしょうか。で、お二人の関係性なんですけれども、そういったA さんにもねちょっと近いところがあるんですけれども、現実的な部分ですよね。何かもうねこれまでのことっていうものは逆にこうなかったことにはできないですけど、こうさらっとね水に流せるようになったとか、そういう心境のね方々もねいらっしゃるのかなと思います。で、お二人のね水面下で、関係性はね水面下で変化しています。それをちょっと深掘りしていきたいと思いますね。何がね変わったんでしょうね。お辛かったですね。何かあったのね。そっか。今まで信頼してきた人たちとの間で何か起きたのかな。これもうすでに変化が起きてますっていうことなので、少し前のね過去という位置づけにはなるんですけれども、少し前にね何かお二人の身の回りでちょっと人間関係が清算されるっていうところなかったですか？何かね昔というかね少し前にこうずっとね続けてきた関係性っていうものが何かねちょっと嫌になっちゃったとかしんどくなっちゃったとか、そういったことがあって、でもうねそこの人たちとどうやって付き合っていくか迷うな、困っちゃうな、しんどいなってねなっていたっていう時があったように見えるんですね。で、そういったことが終わってある意味こう清算っていうね、さっきお伝えしたんですけれどもこうもう全部ねリセットしてしまって、あなた様がリセットしたとかね、お二人の関係性において今これ見てるのでね、あなた様がリセットしたっていう感じではなくって、もう強制的にねこう流れが変わったっていう風にね言われてるんですね。何か、あなた様のね知らないところで二人の関係性を後押しする形で人間関係がどんどんとね変化をしているよってことなんですね。お相手さんのところでも多分そうなんですね。お相手さんのところでしっかりとあなた様とのね関係性、今ね現実的なものにね進んでいく方向に向かっていますからね、そこをなんていうか必要ないものを取り払うっていうような、そういったね関係性というかそうだな、人間関係の浄化みたいなのがね起きちゃったっていう感じですね。それを見てる限りではとてもプラスに働いていますのでね、ちょっと続けてみていきますね。はい、じゃあ現実的ってどうなのっていうことなんですけれども、実際に何か契約事とかありますかね。お約束事ね、そういったものがちょっと見えてきますね。そっか、これまでなかなかねそうだな、新展開迎えられないなってちょっと停滞気味だったかな。過去はね過去なのでねこうガラリとね変わってしまったわけですから、そこから一からね立て直そうっていう風に出ているので、お二人の関係性ね新しいステージに進んでいく、そんな感じなんですね。でそこではお二人のねこれまでできてこなかった約束、多分これねお二人ともねしっかりとね両思いであることはねわかるんですけれども、思い合ってますよ。で思い合っているけれども確信に触れないコミュニケーションをこれまでしてきたんじゃないでしょうか。でそういうこれまでできてこなかったこと、本当はやるべき
話とかこれからね一緒に住むとかね結婚するとかね一緒にお仕事するでもね、なんかこう話し合いをするとかね、そういう小さなお約束でもそうなんですけれども、何かこう確信に触れるっていうことがねこれまでできてこなかった、避けてきちゃったっていうところがこれから2人の中でね起きてくることに出てるんですね。で今のところでね出てきているので、近々そういうお約束ができるのかなと思いますね。でその先なんですけれども、そっかお二人はねちょっとすれ違いみたいなのがこれまであったんでしょうかね。そこをねしっかりと解消していけるっていう風に出てるんですね。これまで心配だったこと、ある意味ねこう本音でこう2人が話し合うってなると、喧嘩みたいな空気感というかね、そういう気まずさみたいなのにね耐えられないっていうね方いらっしゃるかもしれないんですけれども、それがねお二人のこう現実としてこうやってくるわけですね。である意味ねこう本音で話せた方が私は楽だと思っていて、で何かねこう取り繕ったまま当たり障りない感じで毎日を過ごしていて、こうちょっとね日々モヤモヤっとしたことがね溜まっていくというよりかは、本音でねシャシャッとねお話ができた方がいいのかなっていう気がします。なのでいやそんなことはないなって、本音で話すのしんどいなって思う方はねいらっしゃるかもしれないですけれども、今ねこういうね形でカード出てきているのでお伝えしております。で、そういうちょっとね喧嘩しそうというね方、心配な方いると思うので、お二人のね今後の関係性において喧嘩しそうかっていうのね、喧嘩になるのっていうことねちょっとね聞きたいと思います。はい、大丈夫そうですね。これまでねお二人ってもうそういうこう子供っぽい喧嘩というかね、すいませんちょっといい表現がね思い浮かばないんですけど、その2人がねこれまで恋愛経験を積んできた中で喧嘩するってことねたくさんあったようにねお見受けするんですね。で言い合ってきたこともあったようにね見えますね。でそれが経験になっているので、もうそのね経験的知識からそんなにこう激しい喧嘩にはねならない。本音でぶつかっていっても大丈夫っていう風に出てきてくれています。はい、よかったです。はい、なので2人のね今後の急展開にまとめると、まずねもう起きてますね。もう起きてる人間関係の生産という部分で2人の関係性をね後押しする形がねどんどん作られています。そしてねあなた様とお相手様との間でこれまでできてこなかった約束事ね、非現実的なねこう部分じゃなくて、もうしっかりとね一緒に住むとか結婚するとか同棲するとかって一緒か一緒に住むと一緒だ、一緒にお仕事をするとかね、そういったことでいつに今後のことについて話し合うとか、そういったことも含んでいますよ。でそれで、今後のお二人なんですけれども、どんどんとね話し合い、進んでいくと思います。でその試合が進む中でねお二人にちょっとだけ不穏な空気が流れそうっていうね気持ちになるかもに察知するような感じが出ているんですね。あなた様はこうやってね察知して喧嘩になりそうって思うんですけれども、そこで仲違いするような喧嘩にはならないと出ていますのでご安心いただければと思います。はい、ちょっとねお互いに引くところっていうものがね分かってるというか、分からないとね喧嘩になっちゃいますもんね。だからそういうねもう人生経験がね豊富なお二人なんでしょうね。恋愛経験も豊富
なのかな。いや、これは人生経験の方が言えるかな。はい、人生経験ですね。恋愛の経験というよりかは人生の総合的な経験からなんていうか人間同士でのコミュニケーションがねしっかり取れていく対等なコミュニケーションですね。そういう精神的な成熟があるお二人だと思いますので、だからねちょっとねしっかりとねこう結構ね本音で言い合うみたいな感じになりそうなんですね。けれどもその本音っていうものはね現実的かもしれないけれども今後の2人にとって必要なこととして起きてくるんでしょうね、きっと。でも大丈夫ですからね、安心してください。お相手さんねきっとねあなた様のこと大好きですよ。きっとっていうかねもうここにねお二人の気持ちとしてねちょっとキャッチした部分カードがあるのでね、両思いなのはね十分わかるんですけれども、次にねお相手様の熱量ねあなた様に対する思いお気持ちについて見ていきたいと思います。お相手様もねあなた様のねお気持ち分かってくれていると思います。それでもねなお必要な話し合いっていうものはね避けて通れないかなと思うので、あなた様もしっかりとねお相手さんに伝えたいこと、ね、まとめていってください。はい、ではいきます。はい、今のお相手さんのお気持ちなんですけれども、不思議な出方をしてますね。はい、まずねペンタクルのページ逆でソードの3逆でカップの8の正位置ですね。そっか、さっきのね急展開のところだったんですけど、人間関係の清算っていうものはお相手さんの方にね強く影響を及ぼしてるみたいですね。ソードの8の逆位置も出てますね。エンペラー皇帝の逆も出てますね。全部逆ですね。お相手さんねこれまで力を入れてきたことそうだな、多分お仕事でのご人脈かな、そういったものがねガラリと変わった。そして、その影響を今ものすごく受けてるんですね。で、時間経過があるんでお相手さん今ね傷がようやく癒え始めたっていうところで、そうか、それでこの傷が癒える頃にはあなた様としっかりとね将来を考えていくっていう風に出てますね。あらあら、ここね全部逆位置なんですよね。これ全部逆位置に出てる。これねちょっと正位置に戻して見ていきますね。はい、本当はねお相手さん本当の気持ちはこれですね。で過去の本当の気持ちについてもこれです。すいません、これですばっかりで。過去はねやっぱりお相手さんこれまで培ってきた個人脈やお友達関係ね、そういったものを基礎にしっかりとねこれからも厳しいね世間ではあるけれどもしっかり自分がリーダーシップを取って頑張っていくんだっていうお気持ちだったみたいなんですね。お相手さんには何かこう野望みたいなのありますか？あなた様ね聞かれたことあるかもしれません。こんなことが夢なんだっていうお話ね、それを達成するためにはそれを達成するためにこう人生をね送っておられるっていうようなイメージですね。決して恋愛至上主義ではないお相手さんですね。何かねこう女性の影とかね女性っていうかね異性の影ね、お相手さんねその異性の影っていうのはねないですね。ない
これでもかってくらいないですね。で今現状で見ている分で出てきたのがカップのね、カップじゃない、ペンタクルのね10、これだけなんですよね。これは財布一緒にする家族っていうイメージをね私持ってるんですけれども、本当にこう何でもね話せるような間柄、さっきもね今後の展開としてしっかりねバシバシとね本音を言い合うっていうところが出てきてたんでね、少々心配だったんですけれども、すいません、実はねちょっと心配だったんですけれども、喧嘩しないっていう風にね出てたので、やっぱりかっていうところなんですけれども、しっかりとね家族に必要なこと、自分たち2人に必要な実際的なところっていうところをねお相手さんは目を向けてるんですね。それってねあんまりロマンチックじゃないんですよね。ロマンチックじゃないけれどもだからかな、ちょっとそういうねロマンチックなところに欠けている部分があって、こう現実的すぎてこうドライすぎてなんか誰も近寄れないみたいな、そういうところが若干お相手さんにねこう今この気持ち見てみてねこう出ているなという気がしています。でなのでねだからねこう異性の影とかね全然出てこないんだっていう感じですね。もう毎日仕事とか毎日ね自分のやりたいこととかやることでいっぱいいっぱいなんですよね。この夢と野望があるからね、そういったところがお相手さんにはあるので、ね、そこをそれがね全部逆位置に出てきていますね。ということはお相手さんこれまで自分の野望のために進んできたこと、やってきたことっていうのは逆に出ちゃってるんですね。だから今後のね急展開としてももうすでに起きてるっていう風に出てるんですね。はい納得でお相手さんねもうねすごい影響を受けてるのでもうすごい傷ついてるんですけれども、本当はあなた様と建設的な話がしたいですね。前向きにこれからのことを話したいんですね。わおね、ほらねこれってこれあれ見えるかな、ちょっとはいワールドです。はいワールドね出てきてくれました。あなた様が全てですと、はいということのようです。もうなんかねお腹いっぱいになっちゃった。はいでね次に次のところなんですけれども、この先ねお相手さんねカップの8なんですけれども、別の道を探しに行くっていうようなね意味合いもあって、ちょっとねドキッとした方いらっしゃるかもしれないんですけれども、これはね誰かと誰かね異性にね復縁をね、なんか求めるっていうとか別の異性をね見に行くっていうことじゃないですね。あなた様との関係性っていうものをもう進めながらもう一度夢や野望に挑戦するという風にこれは捉えられますね。でこれね過去にねこれジャッジメントなんですけど、これに逆位置ですね。過去に失った関係性とかで終わってしまったことについて、お相手さんは進んでいくと言ってるので、あなた様は終わってないですからね。で終わってないから終わったことね今タワーがやってきて、もうすでにお相手さんは何かしらの強い影響を受けています。それは人間関係です。ね、そういったものの修復に向かわれるようですね。おっと急ピッチでその作業を進めていく予定ですね。はい、何やらお仲間もいる様子。そっか、だから夢大きい少年青年女性っていう方かな、お相手さんは。何かね目標が終わりなんですね、きっと。何かその安定している先、なんだろう、ちょっと表現が難しいな。これから先ねこのままで行こうっていうよりかは、いろいろなことがあるだろうけれども、そんなに先のことを心配せずに進んでいくっていうような雰囲気がありますね。相手さんのね、真相部分でも出ているので、きっとあなた様にもね分かっているところではあるかなと思うんですけれども、あなた様もね知ってると思います、お相手さんのことね。それは私よりもねよくご存知かと思います。で、そのねお相手さんは
仲間たちと一緒にまたもう一度ね再起をかけに進んでいきますね。でもこれってあなた様へのお気持ちで見てますので、あなた様との関係性を守っていくのに必要な関係性になるので、壊れてねしまった流れてしまったお話ね、人間関係としてねさらっとリセットされてしまった部分っていうものも当然残りますけれども、大切な人たちっていうもの、あなた様との関係性を進める上でね大切な人たちっていうものがいるようなので、あなた様との関係性2人のためにもう一度再チャレンジしていく、ね、お相手さんのお気持ちっていうものが出てきております。はい、ちょっとね恋愛、ちょっと愛情表現がね乏しいお相手さんのようなので、ロマンスエンジェルさんにねお相手さんの甘々な部分をねちょっと聞いてみたいと思います。はいはいはい、出ましたね。ちょっとねここもクールに返されたらどうしようかなと思ったんですけれども、しっかり返してくれました。あなた様一筋です。でね、あなた様は自分にとって唯一の唯一無二の運命のお相手のお気持ちですね。そしてこれからねあなた様との関係性に必要な人間関係、あるいは環境ですねを整えていくためにお相手さん動き出しますよということを言っていますので、待つ価値ありカード出てきています。はい、待っててね。自分にはあなた様だけだから、自分はあなた様に決めているから、そういったお気持ちが出てきてくれました。はい、よかったです。こうやってねちょっとカードに聞いてみないとね、お相手さんねなんかクールな感じですからね、なんかねあんまり恋愛、関係あんまり上手じゃないのかな、なんかね、ちょっと不器用な、恋愛にはね不器用なそんなお相手さんの、感じがします。はい、では最後にあなた様へのアドバイスね少し見ていきたいと思います。じゃあこんなね状況の中、お相手さんに対して、何ができるのかというところね聞いてみたいと思います。今ね自分にできることについて見ていきたいと思います。ただね見守って応援するというかね、頑張れっていうだけだったらね、ちょっとおっと失礼しました。なかなかイメージが湧かないですもんね。はい、ではねこのカードに見ていきたいと思います。はい、あなた様にできること、お相手さんとの関係性、そうだな、ちょっとね迷うところがあるのでね、もう一枚補足聞かせてください。あ、よかった。はい、お相手さんとのね関係性でこれは運命の人じゃない、お相手さんは私の運命の人じゃないね、これは進むべきじゃないっていう思考、そういう思考に気をつけてくださいねっていう風に言われてます。はい、なので、心配しすぎないでほしいっていうのがね一番なのかなと思うんですけれども、であまりね期待していないっていう風にね考えている方いるかと思うんですけれども、そうですね、そのお考え、そうですね、期待していない今の状態、期
待してるなっていうふうに思ったら、ちょっと軌道修正してもらって、なぜ期待するのかっていうのをね、少し立ち止まって考えてみてほしいなというふうにカードはちょっと言っていますよ。でも全然期待なんか全然してないという方だったら、もうそれがそれでバッチリできてます、 OK だよっていうふうに言ってるので、はい、今のね自分の心境をねちょっと客観視するために、どうかなっていうところを聞いていただければ嬉しいです。はい、なるほど。で、お相手さんとの、今後の関係するできることとしては、あなた様のね、ご自分の何か取り組みたかったこと、これまでやりたいと思ってたけどできなかったこととかにこう一直線に進んでみてください。そうだな、心の向くままですね。もう直感でいいですよ。直感で、もうその日でもいい。何かね長期スパンでものすごいこう計画を立ててやるっていうことを前からやりたかったなって思われる方は全然そっちでも大丈夫ですね。それをね今日からスタートしていただければ OK なのかな。でも始めるタイミングはね人それぞれなので、明日でもいいし明後日でもいいし来年からでもいいしいつでもいいです。あなた様のタイミングで大丈夫です。で、それを進めてみるのはどうでしょうかってこと言われていますよ。はい。なんていうかね、カードはね、そういうふうに言ってるんですが、これって結局ね、お相手さんのことを考えないようにした方がいいんじゃないっていうアドバイスのようにも取れちゃいますよね。でも、これってね、あなた様、お相手さんのことをね考えないでということでは決してないんですよね。お相手さんを考えた上で心に思い浮かべながら、ね、それを一緒に楽しむような気持ちでいられるようにするっていうのが大事なようですね。やはりね、何かね欠けてるっていうようなお気持ちになるときは自分のね心のメンテナンスをする時でもあります。はい、そこをね伝えてくれているのかなと思います。はい、これはねあくまでねアドバイスなのでね全然参考にならないって思った方はねもうそれが正しいのでねそのままで大丈夫です。あなた様はねそのままで大丈夫ですよ。今のあなた様の状態で今後の恋の急展開っていうものを一番最初に出してますからね。大丈夫ですよ。アドバイスって聞くとね何かちょっと今の自分と比較してなんかねダメだみたいな風にね思っちゃう時ってありますよね。アドバイスが辛い時はねアドバイス聞かないでくださいね。全然大丈夫ですよ。今のあなた様でゆっくり進みましょう。はい、では長くなりました。B をお選びくださった方のリーディング以上となりますって言ったけど最後にルーンからねメッセージをいただきましょう。最後 A さんにもねしてたの。はい、やりますね。これだ。はい、出ました。ベオーク。はい、これはね母性を表すルーンですね。そっか、優しさ、それがね大事な時だよって言われてますね。あなた様ねちょっとお疲れかな。何かこう自分に対して厳しかったなとか自分を酷してしまったなっていうね心当たりがあったらどうぞお休みなさってください。これね、はい、ピント合わないな。はい、こちらです。はい、ベアオークが出てまいりました。はい。で、またね、別では成長も意味しますので、今の、あなた様ね、休養を取るとか、今までね、ちょっと辛かったなっていうところ、成長痛なのかな。そのような気もします。はい。では、B をお選びくださった方のリーディング以上となります。ご視聴くださりありがとうございました。はい、それではグラジオラスをお選びくださった C さんのリーディングしていきたいと思います。はい、それではまず早速ね
恋の急展開について見ていきたいと思います。詩をねお選びくださった方の皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。秋谷のね住んでいるところは雪がね降ってないんですけれども、皆さんのところはいかがでしょう。雪の降っていないね、雪の降らない地域にね住んでいると、雪ってなんだか幻想的な、とてもいいもののようなイメージがあるのですが、ね、雪もねたくさん降ったりするとね危ないですよね。大変だし、皆さんねくれぐれもねお気をつけてお過ごしください。はい、それでは、リーディングしていきたいと思います。2人の恋の急展開ははいはいおはい急展開らしい急展開がやってまいりましたね。お二人の中でお話し合いが急な話し合いがねできるようになるっていう風にちょっと出てきているんですけれども、今ね停滞気味なお二人の、関係性の方がね見てくださっているのかなという風に、思います。違うなと思われた方はね全然、別の、選択肢をねご覧いただくかもうスルーしていただければと思います。はい、まずね罠のこと、ハーミットで、あとはソードの2が出てきていますね。はい、今日はねなんだか実際的というか、そういう現実的な方向にね進んでいくっていう方がたくさんいらっしゃるのかな。なんかね時期も時期ですし、リアルタイムでねご覧になっておられる方だったら、やっぱり年の瀬がね迫っているということをねちょっとね振り返る時間ができたりとか、ふとね1年を振り返るっていうね、そういう瞬間があると思うんですね。そういったことがあるので、何かそうだな、今までのこと思い返すと、これからってもっとしっかりしなきゃいけないよなっていうような流れがね全体的に来ているのかもしれないですね。はい、ということでお二人の急展開、お話し合いができるっていう風に出ていますね。お話し合いどんなことかなっていうことなんですが、うちにね秘めてたようなもののような気がしますが、はい、これはカップの8逆1ですね。ペンタクルの9正1ですね。そっか、何かねもどかしい2人であったような感じがしますね。ちょっとね思いがすれ違っていたり、理想がねお互いに違っていたりする。でも本当は2人とも2人で幸せになっていきたいっていう気持ちがあるっていうことですね。2人ね並んで進んでいるんですけれども、ちょっとね右と左向きながら進んでるっていう感じなんですよね。歩みはね一緒なんです。歩みは一緒だけど一方がね左側見てね一方が右側を見てお話ししてるっていう感じなんですよね。けど2人離れないんですよね。右見て左見ての2人だったら次第にね距離が開いていくっていうことに、ね、なると思うんですけれども、そうじゃなくてしっかりね歩いていってるわけですよ。でも右と左見ちゃってて、なんだかすれ違っちゃうなっていうような感じですね。なんかそういうイメージが入ってきますね。そういったところが解消されてくるのかな。今ねとても考えてる。でそれを考えてる猫ちゃんが出ていますのでね。でここにファンドの9なのね。でもうお互いにもう限界が近い、そういうようなところが出てきているんですね。マジシャンのねカード逆位置も出てきてまして、なかなか始めれなかった2人だったんだけれども、それがようやく終止符打たれるということですね。これ急展開で見てますのでね。2人は離れないし、
そうだな、何かこう強がっちゃって一人ぼっちでもいいもんみたいなね、そういうこともないんですね。しっかりとバランスとって2人の関係性ね進んでいきますよってこと言われてますね。なんだかねこれはねちょっと分かりやすい感じがするんですけれども、過去ねちょっと何があったのかなっていうところ気になるので、ちょっとこちらのねタロットで見ていきたいと思います。失礼しました。よいしょ。はい。もう少しね聞いてみたいと思います。はい。あらあら。ここでカップの8が出てきちゃうのね。なんか過去に一度ねお別れされた方いますか？何かね距離がねもうこう絶対的な距離がねパカッと空いちゃったようなそんな時期がねあったかもしれないですね。音信不通の時期ね。そこでそれはなんていうか2人のね意見が衝突する前にもうお互いが離れちゃおうっていうね、そういうところが見受けられますね。その過去にお別れをねちょっとしている時期があった方だったとしたら、そうだな、そういう意地っ張りなところとか不安とか現実をね直視することから逃れたいっていう気持ち、そういった気持ちも払拭されてどんどんと前向きになっていく、そのための今変革が起きていますよっていうこと言ってくれていますね。やっぱり恋のね急展開としてはその過去にねお別れしていた部分のお話ではないと思うんですね。これからどうするかということなんですよね。問題はね今2人に必要なこと、もうこれね猫ちゃん総動員ねで会議してるんですけれども、これからね準備していくわけですね。これから2人の、過去にねいろいろあったけれども、これからね2人でやっていくためにしっかり考えたいよっていうね、そういうお話の機会ですね。何でもね2人なら何でも乗り越えられるようで全部片付けてしまうんではなくって、これまで過去にねあった出来事っていうものも水にもね流すわけじゃなくって、しっかりとそれは過去に2人に起きた歴史の1ページとして残しながらもなんていうか乗り越えたから2人なら大丈夫だよねとかではなく、乗り越えるために2人でしっかり話し合って思うことを言っても離れたりしないよねっていう感覚ですかね。そういったお話の仕方に近いかなと思いますね。2人がねこれまでちょっとモヤモヤしてたこととかをねお互い話し合ってもお互いスッとね受け入れられるっていうようなそういう展開がやってきそうです。でそうだな、またね2人は離れちゃうのかなっていう気持ちになるかもしれないんですけれども、それはないよっていう風にね言ってますね。それはお互いに意地を張ったり強情に、なって自分の意見を押し通そうという風にした時がまた別の話だけれどもっていう補足出たね。もうそれじゃなくってそうしなくって、しっかりとねお互いの意見を尊重し合うそういう考えもあるんだねって、そんな風に考えてたんだねでそんな風に考えてるっていう前提をもとに私はこう思うよっていうことをお伝えいただくのがいいのかな。なんかそんな感じで入ってきましたけれども、そういう風に、2人がしっかりとね向き合った形で話が進んでいく、そうやったらバランスがね取れてくるって言ってますんで、そうですね。でしっかりとこれまでになかった第三の道っていうところにね進んでいけるっていう風に出てきていますからね。安心してお相手さんのことね信じていただければ良いのかなと思います。
それでは次にお相手さんのあなた様への今のお気持ちについて見ていきたいと思います。リアルタイムですとね、今日はクリスマスです。クリスマスね、皆さんどんな風にお過ごしでしょうかね。お仕事の方ねいらっしゃると思います。日曜日もねお仕事されてる方ってきっとね社会から必要とされているお仕事をね担っておられる方だと思いますね。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ではお相手さんのあなた様への今のお気持ち見ていきたいと思います。はい、あらいいカード出てきましたね。お相手さん、なんかねガラリと変わりそうですよ。180度変わる。今までのねお相手さんとは違う優しさというものがね感じられますね。なんだかねお相手さんがしっかりとね自己表現をねしてくださるようなそんなことが出てきていますよ。はい。であなた様に対しては、そうだな、今のところ愛情面で言うとねたっぷりあるね。今ちょっとね抽象的だけどたっぷりありますよ。で進めたいのにねこれまで進めてこれなかったんでしょうね。なんだかね本当は許されるならあなた様のことをねもう奪い去りたい勢いですよね。お相手さんがねあれやこれやと考えてくれていたんでしょうね。あなた様の現状を踏まえてじゃあこういう風にしようかなとかこんな風なことできるなとかこういう道にも進んでいけるなっていうような思いがねあったみたいなんですね。でもそれはあなた様には見せなかったと思います。あなた様には見せれなかったんでしょうね。だってこれって自分だけで考えてることだからね。なんていうかね自分勝手な人間だとかなんかね自分のその考えているものを否定されるのがちょっと恐ろしかった、そんな風に出てますね。逆位置だからね。はい。で今なんですけれども今もちょっともじもじしてますよね。今はねなんだかそうだな、お仕事に気が向いてるとか、自分のね生活のことに気が向いちゃってるんですけれどもあなた様のことは常に心にあるっていう感じですね。はい。よかったよかった。これねチャリオット入ってるかな、ここ。はい、チャリオット出てきました。よかったよかった。お相手さんねあなた様にねやっぱり進んでいきたいという気持ちありますね。しっかり自分のお気持ち届けたいんでしょうね。そうやって自己表現をねしっかりしていってくれる模様です。はい。でお相手さんが、しっかりとねあなた様に、告白する、ね、お付き合いねされてる方とそうでない方、見てくださってる方ねちょっと違うかもしれないね。けれどもお相手さんの中では告白っていうところがね入ってきたのでそういう風にねお伝えさせていただきたいんですけれどもお相手さんはあなた様にね気持ちを届けます。で決してね強引な形ではないんですけれども優しいのでねちょっと見逃さないようにしてくださいね。なんかねこれ愛情表現なのみたいな何かねあんまりね一般的じゃない愛情表現の仕方をねされるんじゃないかな。そういう感じが出てますよ。で例えばそうだな何々が好きだよみたいな感じで直接的に言うんじゃなくて付き
月が綺麗だとかそういうところまでは行かないけれども、なんかねこうあなた様が作った手料理に対してこれすごく美味しいって言ったことがもうお相手さんの愛してるっていう感じですかね。何かそういう伝わりづらいなんかねお相手さん一生懸命ねこう言いたいんですけれどもすごい不器用だな不器用さはここにねもうありありと出ているんですけれども、けれどもこんな感じですよ。常にねあなた様のことをねそっと思ってるこの猫ちゃんわかりますかね、この表情ねこの顔で好きだよみたいなそんな感じですね。かわいいなんかすいませんかわいいってちょっと失礼しました。なんかそういう不器用でとっても可愛らしい側面があるんですね。とはいえしっかりとねこうダダダダッとね進んでこれる勢いのある方なので自立はねされてるんだと思います。決して弱い方ではないんですよね。ただあなた様に否定されるのが恐ろしい部分があるのでね、あなた様にね作った料理がねさっきの例えですけどすごく美味しいっていうとねそれはあなた様もハッピーだし自分も嘘ついてないし、こうやってこう美味しいすごく美味しいって言っていくっていうことは好きだっていうことだからねっていう意味なんですよね。そういうなんかねちょっとツンツンしたような感じの愛情表現時計はないですけれどもね、なんかそういう不器用な愛情表現をねしてこられるようなので、これからね自己表現をされていく優しい部分がね出てくるっていうことなんですけれども、あなた様の五感で感じ取ってくださいね。何かすごい優しいなんか優しくなったな丸くなったなっていうねその瞬間をねちょっとキャッチしていただければと思います。はい、お相手さんの心中穏やかではないですね。プライド高いのかな、なんか好きって言っちゃったら負けみたいな気持ちが若干ありますね。けれどもお相手さんね君の料理は美味しいよって言った瞬間にねもうねわーってなっちゃってますからねうわー言っちゃったみたいな恥ずかしいどうしようわーみたいななんかねそういう心境になっているようなのでねなかなか表面では分かりづらい一般的な愛情表現の仕方ではないお相手さんのようですが温かい目でね見守っていただければと思います。そんなね愛情表現がちょっとね、少ないお相手さんなんですけれども、そこは補足としてロマンスエンジェルさんに聞いておきたいと思います。お相手さんのねちょっと甘々な部分をね見せてほしいなと思います。はい、いいですね。おーわあはい、やっぱりこの2人ちょっと過去に離れようとしたことありましたかね。けど見てくださいウェディング出てきました。嬉しいね。ウェディングね、これね本当にもう見たまんまっていう感じのカードですけれども本当にね嬉しいですよね。一番なんというか私としてはねこれが最初に出てきてくれたのが安心できましたね。トラストですね。やっぱりそういう現実面でね愛情表現がちょっとね少なかったり一般的でなかったとしても信じてくださいってことね言われてますね。あなた様ね信じるってねお相手さんのね言葉をそのまま丸々鵜呑みにしなさいってことではなくてねあなた様のね心に従ってくださいよ。あなた様がねお相手さんって私のこと大好きなんだな愛してくれてるんだな信頼してくれてるんだなそれをね信じてくださいってことなんですね。信じれるかどうかなんですよね。それってこの言葉言ってるから信じるとか信じないとかではなくて心がねふわっとあったかくなるとか軽くなるとかこうじわーっとね愛おしい気持ちがね込み上げてくるとかそういう部分であなた様のね心知らせてくれますのでねそういう風に、第六感ね五感
間全部でお相手さんの優しさを感じ取ってください。はい、そして2人のね、関係性、ウェディング出てきていますのでね、お相手さんのお気持ちとしては結婚とそのまま捉えることはもちろんですけれども、結婚をねすぐできるような関係性ではなかった場合、結婚というね形に近いような2人になっていく、そのように捉えてくだされば良いかなと思います。はい、信頼が根底にあるのでね、形にとらわれないパートナーシップっていうものも現代においての結婚にね近いかなと思いますね。一昔前のね、何世代か前の結婚っていうのは今とはそうはね、別だと思いますのでね、本質的にはね似てる部分ありますけれども、何かねちょっと今現代ではね違うような気がしますので、2人がね形にとらわれない関係性に進んでいく、そういうね形もあると思います。はい、でパストライフリレーションシップが出てきていますね。こちら、はい、これはねお互い知り合ってますよってね、昔から知り合ってますでしょっていうふうに言っております。はい、重ねてきた時間っていうものは喧嘩した時も離れていた時も2人のものなんですね。で、そういうことを言っていますね。2人は離れている時間でも終わったわけではなかった。2人は離れてる間に育てた感情、成長した部分っていうものがそれぞれにあるんですね。だからここの過去の関係性っていうものがしっかりとそこを伝えてくれてるんだと思います。一番最初のね恋の急展開にね、一番最初に展開したカードにも出てきてたんですけれども、少しね距離が出てしまったお二人であっても、そこは意味があったものとしてお相手さんを捉えていますし、そのリレーションシップ関係性っていうものはね、逆に絆が深まった期間でもあると、そのように捉えているようですよ。なので過去を水に流すんじゃなくて、すいません繰り返しになっちゃうんですけれども、過去をね水に流すとかじゃなくて、過去がお二人のそれすらも歴史の1ページに加わっているっていうことですね。そのページが欠けていることはないんですよ。2人で喧嘩したこと、すれ違ったこと、言いたくても言えなかったこと、不器用でなんだかね罰の悪いね結果になってしまったこと、いろいろあると思うんですよね。けどそれも含めて2人の歴史なんですよってことをお相手さん言ってくれていますのでね、あなたのことね丸ごと愛してくださってるんだなっていうふうに思います。はい、それでは、次にそんな2人のね、恋の急展開今後迎えていくんですけれども、お話し合いがねできてくるからね、ウェディングのね、次のね2人の、関係に向けたお話し合いじゃないかと思うんですが、そんなあなたに今できることについて、見ていきたいと思います。失礼しました。はい、
あなた様に今できることですね。同じくお相手さんを信じてあげてくださいねっていうのがまず第一に入ってきたんですけれども、きっとね毎日疑ってるっていうわけでもないのかなという気はしますね。あなた様はあなた様でやることがたくさんあると思うんですね。たくさんある中でこう思いを育んでおられる、そういうことですかね。聞いてて今はそんな感じだなっていう風に思われた方は、そのままで大丈夫ですよ。でいやできてなかったな私と思われる方ね、その方は何かご自分をねお責めにならないでくださいね。ダメな今がダメだよっていう風に言ってるわけではないのでね、あなた様がダメだよってことではないですからね。今のままでも大丈夫ですよ。今のままでも今のあなた様の状態で一番最初に恋の急展開で弾いておりますからね。これはより良くするというかね、何かこう気づきをねこう得る機会として捉えていただければと思います。ピンとこなかったらねもう全然スルーしてくださいね。お相手さんのことね信じられないなとかなんかもう考えるのしんどいなとか、そういう時期がねあったかもしれないですね。でも自分にもたくさんやることがあるし、気持ちをね切り替えて、けどお相手さんのことを忘れずに過ごすこと、それがね今できることとして出てきております。そして、この先ね、ペンタクルの9逆1と、ペンタクルのクイーン逆1と愚者正1ですね。何かあなた様のね生活面やお仕事面において何かね気になることがあったら、そこをね解消していくことをね今から取り組まれると良さそうですよ。チャリオットが出てきましたね。だとしたら今ね何かこうピンとね思い浮かんだことありませんか？そうだこれやらなきゃいけないなと思ってたなっていうこと、それです。それにちょっとだけ取り組んでみてください。それがまるっと解決しなくても大丈夫です。それに取り掛かるとか考えてみるとか、段取りをね作ってみる、あとはね計画を立ててみる、それもね取り組みの一つですからね、大丈夫ですよ。でそういう風に、してみてはどうでしょうかっていうことを言われています。いかがでしょうかね。お相手さん同じく信じてあげてくださいねということが言われてますよ。これまでねお相手さんとなんだか辛い時期がね終わりだったかもしれないですよね。このグラジオラスのねカードにはストレングスオブキャラクターね、特性とか性格とかね、そういうあなた様の心の強さっていう部分ですかね。そういったことについて書かれてあります。やっぱりご自身のねキャラクターっていうものは、あなた様自身っていうものはね、これまである日突然パッと出来上がったものではないはずですよね。いろんな紆余曲折あり、葛藤あり、苦しみありね、そういう